さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、甘さも食感も全て自由にコントロールできる、もう素晴らしい最高のカスタードクリーム。これ見たら作れるようになります。最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ今日の材料ですね、紹介していきます。まずこれ牛乳ですね。牛乳と卵は卵黄を3個分使っていきます。あとお砂糖、今日はグラニュー糖です。で、小麦粉と、あとこれあってもなくてもいいんですけど、バニラですね。バニラを入れてカスタードクリーム炊いていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあちょっと早速作っていきたいと思います。ちょっとですね、今日細かく説明していくんですけど、材料、もう一回ちょっとこの辺におさらいで出していきます。牛乳が 250g、卵黄が3つ分で、お砂糖が 50g で、薄力粉が 20g で、バニラが入ってます。で、これ合計でだいたい 380g ぐらいのレシピなんですけど、これ何かっていうと、牛乳って、パーセントに変えて全体の何パーセントが牛乳かって考えるとこれ 65% ぐらいなんですね。で、熱を入れて固まるものってこれ卵黄なんですけど、これ 16% ぐらい。で、お砂糖分、要は甘さをつけるものが 13% です。で、薄力粉が入ってるんですけど、これ火を入れるとこうネバネバするやつですよね。だからカスタードでいうところのコシとか弾力を作るものが 5% ぐらい入ってるんですよ。で、これを見たらもうすぐ分かっちゃうと思うんですけど、要はこの牛乳って液体の部分 65% を例えば紅茶とか、極端に言ったらオレンジジュースとか違うものに変えたらそのカスタードってできちゃうんですよね。なので皆さんどうやってレシピ作るかって見たら、まずパーセントに置き換える。で、いやもっと硬いカスタードがいいなとか、柔らかいカスタードがいいなとか思ったら、この液体を増やしたらその分柔らかくなるし、例えばこの卵黄を3つじゃなくて4つとかにするとちょっと硬めの仕上がりになるカスタードができます。まずはこのちょっと表を見てもらって、このパーセントをちょっと意識してこの後作りながらさらに説明を細かくやっていくので、ちょっと見ていただければなと思います。じゃあやっていきましょう。じゃあちょっと作っていきたいと思います。まず牛乳ですね。これ全体の 65% です。で、もしコクが欲しかったら牛乳のうち例えば 15% ぐらいを、僕だったら生クリームに変えます。そうするとちょっとコクが出たりしますよね。あとは、乳製品だからバターとかもしあったら炊き上がったカスタードにバターを入れるレシピ皆さんあると思うんですよ。で、カスタードって殺菌のために火入れてますよね。なのに炊き上がってから水分たっぷりのバターを入れるってなかなか考えづらいんですよ。で、僕だったらだいたい 3% から 5% ぐらいバター入れたレシピもあるんですけど、もし入れるんだったらもうここで入れてください、バターは。そうするとバターたっぷりのコクのある、カスタードも作れます。で、今日はバニラなので、バニラの香りをつけたいので、バニラを鞘を裂いてちょっと入れていきたいと思います。で、もしバニラオイルとかバニラエッセンスじゃダメですかって言われたらいいんですけど、バニラオイルだったら油分なんでちょっと香りは残ると思います。あとはバニラペーストとか、いっぱいあるんですけど、一番いいのはやっぱこの本物のバニラを入れてもらうのが一番いいかなと思います。今日は250に対して贅沢にこれ1本入れちゃうんですけど、これも好みです。この出来上がったカスタードを後で生クリームと薄めたりとか、焼き菓子に使うとかだったら1本入れるのはすごいもったいないと思います。カスタード単体でカスタードシュークリーム屋さんぐらいのテンションのレシピですね。実は種に香りがあるというよりかは、この中の鞘の部分に香りがあるんで、これごと入れます。まだ火は入ってないです。で、火をつけます。で、今バニラ入れてます。で、ここに、例えばロイヤルミルクティーカスタードだったら、これ多分今紅茶の茶葉が入ったりとか、スパイスが入って、チャイの味のカスタードとかも作れます。で、その場合はどうしたらいいかっていうと、65% の水分の部分を、ロイヤルミルクティーを作れば OK ですよね。っていう考え方です。じゃあグラニュー糖を他の砂糖に変えていいんですかって言われたら、さっきグラニュー糖 13% だったんで、同じ甘さのカスタードでいいんだったら 13% 分の砂糖を、きび砂糖に変えたりとか黒糖に変えたりとかすると、例えばロイヤルミルクティーと黒糖のカスタードとかが作れます。ちょっとこれ沸くまで置いときます。はい、じゃあこの後ちょっと卵ですね。卵黄しか使わないんですけど、割っていきたいと思います。で、もし、卵黄、卵アレルギーだよと
いう方の場合は火入れて固まるものを入れたらいいんですけど、もっと言うとこれ油分が入ってればいいので、卵なくても粉を増やせばカスタードっぽいものができます。何も卵が全てじゃないので。じゃあ全卵で炊いちゃダメなんですかっていうと、全卵でもいいんですけど、卵白がタンパク質なんですけど、卵白がですね、50度ちょっとで固まっちゃうんで、ちょっとその卵臭いカスタードになっちゃいます。はい、今卵割り終えました。3つ分ですね。で、ちょっと今これ沸いたんで止めちゃったんですけど、これ今バニラが入っていて、沸いた状態です。本当だったらここでラップ密閉してあげるとすごいバニラの香りがするんで、その方がいいです。で、今日は皆さんにお見せしたいんで、ちょっとこのままいこうと思います。本当だったらラップして15分ぐらい蒸らしてあげるとすごいバニラの香りがするので、それは皆さんやってください。じゃあこの後の工程ですね。卵黄にお砂糖、これ全部加えちゃいます。で卵黄にお砂糖入れたらなるべく早めにこうやって混ぜてあげた方がダマになりづらいので、ダマになったら嫌なのでここは混ぜてください。よくこの段階でブランシールって言って白っぽくなるまでうわーって混ぜろって教わると思うんですよ。それはこのめちゃくちゃ熱い液体をここに注ぐと卵黄が固まっちゃうよねっていうので皆さん教わったと思うんですけど、実際に今日はブランシールしないです。ブランシールって白くするやつね。やらない理由は、この後粉入れて液体入れて加熱するんですね。で、空気がめちゃくちゃ含まれちゃうと火が入るのが遅くなっちゃうんですよ。なのでやらないです。で、あともう一個は、熱い液体を注ぐと卵黄が固まっちゃうって話なんですけど、実際やってもそんな固まらないんですよ。なんでかっていうと、今日のレシピは、卵黄 16% にグラニュー糖 13% も入ってるんです。なので、ほぼほぼグラニュー糖が卵黄の水分吸ってくれて、糖分が上がってる状態なんで、熱入らないです。なので、このブランシールっていう作業はせずに、そのままやっていっちゃいたいと思います。忘れちゃいけない小麦粉です。これをふるって、ちょっと中に入れていきます。はい、じゃあちょっと粉ふるっていきます。今日は皆さんに分かりやすいように、小麦粉 100% で全部小麦粉でやってるんですけど、薄力粉です。で、薄力粉っていうことは、水と混ざって、力をこうやって加えていくと、粘りが出るんですよね。あれグルテンって言うんですけど、それで今日のカスタードは、ブリブリっていうかコシのある力強いカスタードを作っていきたいと思ってます。で、もし、入れちゃいます。よくレシピで、コーンスターチで作るレシピがあると思うんですけど、コーンスターチはトウモロコシでんぷんですよね。なので、グルテンっていうその水と混ざった時にネバネバするグルテンっていうのがないんですよ。なので軽い食感に仕上がります。だから例えば、シュークリームを作る場合のカスタードで、シュークリームのお尻からクリームを詰めてトロットロの、カスタードが欲しい時はコーンスターチがいいかもしれないです。で、僕が今日作ってるのはシュークリームでいうと、例えば半分に切ってクリームをしっかり絞ってだれないなんかコシのあるものを作りたい時は小麦粉がいいです。で、あとはよく、フードルアラクレムっていうなんかね、お菓子屋さんが使う粉があるんですけど、あれもいろんなメーカー出てるんですけど、材料を見るとトウモロコシでんぷんって書いてあるんですよ。だから要はコーンスターチに、香料ですね、香りがついちゃってるんです、バニラとか。なのでそれを使っても美味しくできると思います。ちょっと喋りながらなんであれなんですけど、これ今卵黄とお砂糖と、5% の薄力粉が入った状態です。温めてた液体を注ぎます。ちょっと熱かったんで入れます。これ半分っていうか何がしたいかっていうと、ちょっとこっちのペーストがトロトロしてるんで、牛乳を入れて溶いてあげて伸ばしてこっちに戻します。だからこの小麦粉が5% 入ってるんですけど、コーンスターチと半々とかでもいいんですよ。いいとこ取りで半々入れる人結構多いです。これ全部入れます。まだ火はついてないです。はい、じゃあ今全部入った状態で、この後火をつけて炊いていきます。
で、どんな火力、大体皆さん強火で炊きましょうって多分いろんな本に書いてあると思うんですけど、強火で炊いてほしいんです。で、強火って、このコンロの火力が一番最大じゃなくて、鍋に対して火が外までいってることを皆さん強火って言いますからね。で、強火にしたい理由は、口どけよく、カスタードクリームを炊き上げたいんで強火なんですけど、じゃあなんで口どけよくするには強火なのかっていうと、これに入ってる卵黄と小麦粉の凝固温度が別々の温度帯なんですね。なので強火でガーって一気に炊いてあげないと別々に固まっちゃうので、口どけが悪くなります。なので、強火がいいと思います。弱火でやってると先に違う卵黄が多分固まっちゃうんですよ。ロックしちゃって、その後粘りが出てきちゃうんで、ちょっと口どけが悪くなっちゃうと思います。これね、最初はサラサラ、シャバシャバな液体。でこれが何が起きるかっていうと、だんだん小麦粉が入ってるんで、熱が加わって、水が入ってるんで、粘りが出てきます。ちょっとそれが見えるようにやっていきたいと思います。ちょっともうね、ややポコポコ言って粘りが出てきている状態。一旦火止めますね。この、なんだろう、ちょっとブツブツいって、ザラザラしてる感じ。で、ここでやめちゃう人いるんですけど、これだとまだね、粉にこう、ちょっと火が入り始めた状態なんで、このね、ボテボテっとした感じから、サラサラする状態まで加熱していきます。で火入れてるんで周りが焦げやすいんで、こうやって角をね、混ぜてあげるといいですよ。この量で今完全にボコボコ言って、今火止めました。したら分かるか。今トロトロ状態。結構ツヤもある感じ。これで OK です。ちょっと炊き上がって熱い状態なんで、バットにラップ引いてます。でここにちょっと流したいと思います。これバニラなんですけど、バニラ一緒に炊く人と取って炊く人といろいろこのまま冷ます人とかいろいろいるんですけど、僕はこの状態で、一回ちょっと取っちゃいます。でこのカスタードの上に、ラップを密着でこうペチャって貼って、今これですごい熱い状態なんですね。でこのままだとゆっくりゆっくり温度が下がっていくんですけど、そうすると雑菌が湧いちゃうんですよ。なのでラップで密着して急速冷却します。今日は氷に当てて、冷蔵庫に入れて冷やしたいと思います。はい、これ今氷に当てて急冷してたやつなんですけど、見てください。これね、綺麗にちゃんと炊き上げたやつっていうのは、なんていうの、このプルプルにこう取れるんですよ。別に何もゼラチンとか入れてないんですけど、こうやって剥がれます。これはしっかり粉に粉に火が入って卵黄の凝固力で固まってます。バニラもたっぷり入った状態ですね。なのでちゃんと冷やさないと本当に雑菌繁殖しちゃうんで、30度とか40度とか温度帯はすぐ冷やしてください。なるべく冷蔵の温度帯にすぐなるように氷とか当てるととてもいいと思います。であとちょっと使い方ですね。これをボウルに移してこう簡単にこうやって使いたい分だけ取れるんで取って、でまだちょっとブリブリした状態なんです。でブリブリした状態は何かっていうと、小麦粉ですよね。小麦粉と卵黄の量、ほぼ小麦粉の量です。で皆さん好きなレシピがあると思うんですけど、この硬さが小麦粉何%なんだって覚えてもらって、あとはこれをコーンスターチに変えるとか他のでんぷんに変えるとか、入れる量ですね、調整してもらえればお好みのカスタードができると思います。見てください。結構ブリブリなんですけど、これをこうほぐしてあげて使います。で気持ちなんですけど、これなるべく、作って当日翌日ぐらいには、食べてもらった方が、僕はいいかなと思います。変なもの入ってないんで。でよく冷凍で、
カスタードクリーム売ってると思うんですね。で、あれは何かっていうと、糖分と多分油分とかも結構多いんです。だから砂糖とか卵黄とかが多いっていうこともあるし、あとはですね、加工でんぷんって言って、カスタードっぽく見えるんだけど、加工でんぷんっていうものが多分材料の表示で一番多く入ってます。なので、そういったものを選ぶか、こう作るか、お菓子屋さんは多分みんなこんな感じで作ってるんで、できればお菓子屋さんの本当に美味しいカスタードを皆さん食べてもらいたいし、作ってもらいたいなと思ってます。小麦粉を今回 100% で作りました。あとは食べてみたいと思います。一旦これで完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとこれ出来上がったカスタードなんですけど、溶いてカップに入れてみました。もうこれでキャラメル入れればもう十分カスタードプリンですよね。めちゃくちゃとろけますよ。なんか滑らかプリンより多分ね、こっちの方が美味しいと思うんです。ちょっとポイントのおさらいですね。ポイントはもう全部語り尽くしたんですけど、皆さん最後まで見てもらったので絶対作れるようになってると思います。で、よくカスタードのアレンジで生クリームを入れるクリームってディプロマットとかっていうクリームがあるんですけど、今回見てもらって皆さん分かると思います。カスタードクリームを作って何%の砂糖を入れる。で、もし追加で生クリームを足す場合は、このベースのカスタードの砂糖を減らしてもいいし、増やしてもいいんですよね。自分が最後どういったクリームを作りたいかによって、パーセントで分解して自分でレシピを組み立ててみてください。そうすれば、このレシピはシュークリーム向けだな、ショートケーキにいいなとか全部わかるようになるので、今日の動画何回も見てレシピを組み立てるようにぜひなっていただければと思います。そうすれば自分好みのカスタード絶対見つかると思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。